雑談です。フラグです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、お昼に打ち合わせがあって、陣内くんのネタの打ち合わせと YouTube の打ち合わせをして、その後それがお昼すぐ12時にあって帰ってきて、でワクチンの2回目のワクチンの予約をしてたんで、それが夕方6時20分だったんで、ワクチン打って、でそのまま寝て、深夜に起きて、寝てというか夜テレ朝の特番を見てる間に寝てしまって、で起きてみたいなことをしてたんで、特にこれといって副反応がなんかすごい出るみたいに2回目はね聞いてたんですけど、今のところ全く何にもなくて、なんだったら1回目より腕の痛みはなくて、なんだこんなもんかと思いながら過ごしておりますが、そんなことをしておりましたが、見ましたですわね。これ面白いね。真犯人フラグ、4話目ね。これちょっとね、今日はいろいろ4話になってきて、このところ秋ドラマもこう3回4回と回数を重ねてきて、いろいろこう謎だったことがね明らかになって、新たな謎が出てきたりみたいなところで、この真犯人フラグも非常に面白くなってきましたが、どんな話だったかと言いますと、失踪直前にこう保険金がかけられていたことが、警察の方に密告があってね、それで疑いをかけられるんですが、蓋を開けてみたらというか、新築建てる時に火災保険や何やの時に一回保険を見直そうってんでかけたんですって。これはもう全然普通にというか、疑われてもしょうがないけども、なんだそういうことかと。でそれは納得できる説明がされるんですが、世間がというか、そうやって騒がれちゃったもんだから、なかなか一回そうやって騒がれるとこう火消しにねが大変だってことで、会社の方にもそんなんで苦情の電話がますます増えてしまって、で社員の石川さんって方がもう辞めたいって言い出してるんだけどどうするってことで、二宮さんが相談に乗るんですね。そうすると相良さん課長が、昔私が慣れない時に味噌汁をおごってくれたみたいなほっこりするエピソードがあって、それで辞めるのを思いとどまるみたいなことがありので、一方警察の方ではね、この間携帯電話が発見されたトンネルから新たに見つかったのは指輪と携帯電話と、それから女性の足跡があったってことで、新たな進展がありましたという会議をしてるところでね、阿久津のね同僚の、警察の人がね、これで一歩前進ですねって言うと、阿久津がどっちって聞いてるこわ表の阿久津が足跡だけにねっていうジョークを飛ばすみたいなのがあって、でこう世間話の流れでね、昔ハンバーグになんか違和感を感じるとか、椎茸入ってんじゃねえかってね、奥さんの作った椎茸でハンバーグに椎茸が入ってんじゃねえかっつって、で聞いても入れてないって言うから、それをねおかしいなと思いながら完食すると、なんと完食したらおめでとうっつってね、これで椎茸が食べれるねっつって、この阿久津っていう刑事は椎茸が嫌いだとね、椎茸というかキノコ全般が嫌いだと、あんなもんは菌だと、菌を体に入れられてね、
それでなんか体を乗っ取られるみたいな気がしちゃうからキノコが嫌いだっていうエピソードがあって、なんでこんなエピソードがあんのかなと思ったら、これ後半に聞いてくるんですよ、椎茸がね。でまあそれは置いといて、でまあそんだけ会社の方相良さんの会社の方ではすごい苦情が多いから、これはちょっと本社の方からちゃんと記者会見を開いて身の潔白を証言してくれってことで、まあ、記者会見を開くんですが、開く前にこう二宮さんとねこう練習をしてるんですけども、こうとか言っちゃいけませんね。全部はいなんとかですって全部ちゃんと答えてくださいみたいな練習をするんですけど、二宮さんってなんでそんなね詳しいのと思いながら、まあそこはねスルーされて記者会見を行って、で記者会見でまあいろいろ聞かれてることにちゃんと誠心誠意でもって答えて、で一人の記者がねこう不倫のあれがあるんですかっつってネット記事を拾ってきてね、それを質問するわけですけども、それね名前もどこの誰かもわからないそんなネットの発言をあなたたちはそれやって信じるんですかって、もうねこの今現代を切るようなねドラマの中でもそういったことが語られててね、これは非常に面白いですよね。でまあそんなこんながあるんですが、バタバタっとその記者会見をやってる最後の最後にもうね挨拶して締めようって時に最後に一つで、なんとその冷凍遺体のことがバレてたというか、まあ、垂れ込みがあって、これはどうなんですか、その垂れ込みがあったのはYouTuber ですよに垂れ込みがあってこんなことがになってるんですけど、それ本当ですかっつって大騒ぎわーってなったところで、でももうねそのことは会見では言わないっていうことでやってたのに、こうバレちゃったどうしようっつってバタバタっと会見を終わって、しまうというねことがありーので、そんなバタバタしてる中、まあ会社にね来るなと、もう来るなというか、自宅待機しといてくれってんで自宅待機してると、隣の菱田さんですよ、出ました菱田さんがカレーまた新しく作ったからっつって持ってくるんですけども、実は前にいただいてたカレーは冷凍庫にしまったって食べてなかったんで、そのねタッパーを返すのがあれだっつっても、まあドカドカと入ってきて、でそれを見つけて、でも元気がないから食べてほしいっつってこう料理をね玉ねぎを切ったりして始めるんですけども、これはその相良さんにしてみたらこうねこういう状態で隣の奥さんと二人っきりでってなって変な噂でもっていう気持ちがあるんですけども、まあそれはね私を女として見なきゃ大丈夫でしょ、でこんな包丁の場所がどこにあるのか、なんで私がわかるか知ってますって言いながらね、実は奥さんと仲良く料理してたんでっつって、なんだ怪しんでた菱田さんも実はそうでもないのかなと思いながら、でそのカレーにね椎茸が入ってるんですよ。で相良さんは椎茸が大好きだっつって、でこうなってくると先の阿久津刑事の阿久津が椎茸が嫌いだっつってなったらね、これはもう椎茸戦争が勃発ですよ。だから阿久津にしてみたらあんなに一個引き椎茸を食うようなやつを許せないね。しかしこう相良にしてみたらこうなぜ椎茸が食えないんだ、あんな美味しいのにっていうところでこうね、そこでこう意見の食い違いがあって、こう刑事とね、容疑者ではないですよ、怪しまれている相良さんとかこうね揉めるね、これは糸口になるんじゃない、これが事件の真相ね、椎茸がね炊飯器殺人事件の誘拐犯だって言われてるんですけど、ここにまた一つ椎茸が加わるのかみたいな話があって、でもねそれは僕が勝手に言ってるだけで多分全然関係ないと思うんですけど、みたいなのがあって、そんなこんなでまた二宮さんとねこうあと娘の彼氏IT 系の子が
ね真実というか見つけてきましたっつってまだ集まって話してるんですけども、そこでね不倫写真とローファーの写真を送りつけたのは同一人物だっつってね。でそれからまたなんですか、ただ同一人物なのはわかるけど個人誰なのかまではわからないね。でそんなことがだんだん分かってきて、で岸田さんは怪しくないなと思ってたところ、岸田さんの家では子供がね、習字道具、お母さん習字道具どこやったのって、どこだって探してる中、押し入れを開けた瞬間、見てはいけないものを見たねとなるんですよ。でそこでどうも岸田さんの押し入れに何か最後ね、サッカーボールがバリーンつって入ってくるんで、息子の遺体なのかまあ家族全員なのかわかんないですけど、それが隣の家にあるんではないかっていうねところでこう終わるんですけども、ここはねいろいろ整理して考えると、まあ怪しいのはね、真犯人は誰だってことなんですけど、本当に一つはその菱田さんは怪しいのは怪しいんですが、菱田さんとあとね運送屋の望月って若い男の子もこうなんか怪しい動きをしてんですよね。でその子がきっと不倫写真とか、ローファーの写真とかあと保険金のことってやるとかっていうのをこうばらまいてるんじゃないかっていう感じがする。ただ犯人がこれね一人じゃない気がしてきませんか？っていう気がしてきてて、僕はねこれは一つ相良さんがモテすぎちゃって、だって奥さんはね宮沢りえで会社に行けば二宮さんって芳根京子さんがなんか猛烈にアピールしてくるみたいで、その二宮さんを好きな望月さんが焼き餅を焼いて相良さんに嫌がらせをしてる。一方菱田さんはね宮沢りえ相良真帆さんと奥さんとね仲がよくしてるんですけども、実は西島さん相良凌介さんのことが好きで、ね、奥さんと家族をね殺めてしまって2人で一緒になろうみたいなことを目論んでいるのかみたいなね、これもひとえに相良さんがモテすぎるがゆえに起こっている事件なんではないのだろうか。そして菱田さんと望月さんとかね実は内通していてね、2人でこの共犯をしてるんじゃないかっていうところまで僕の考えは及びましたけども、果たして一体ねこれはまだね怪しい人いるでしょ。生駒ちゃんがあんまり映って、あと包丁を研いでたあれ誰だとかね、猫おばさんはね女の人がみたいなヒント出してたんで、これは多分犯人じゃないとは思うんですよ、目撃者で。実行犯と計画してる人は別でっていう考えが見えてきますね。だから実行したのが菱田さんで望月さんが犯行を持ちかけて、望月さんはおそらく二宮さんが好きで、でもその怪しいね生駒ちゃん本木さんって言うんですけど、本木さんは不倫写真の女の子ですわ。本木さんが実は望月さんと付き合っていてみたいな、そういうような感じがしますね。そこにねこれはやっぱり椎茸が絡んでくるんではないのかなと。だから炊飯器誘拐犯って言われてますけども、これはもう椎茸戦争の話ですよね。椎茸が嫌いな刑事と椎茸が好きな、容疑者というかね、怪しまれて、で結局犯人は誰かっつったら椎茸関係ないんですけどねみたいな、本当に面白いドラマだなと思って見ておりますね。真犯人フラグ4話目TVer で見逃し配信ありますんで、ぜひご覧になってください。コント椎茸ね
そう、椎茸に注目してんの俺だけかな。しかしじゃあなんであんな椎茸の話をね振るんだ。しかもカレーでね、菱田さんが。だから椎茸が今後キーアイテムになってくるん、5話以降ね、んじゃないのかな。椎茸の胞子がついていたとかね、この衣服に椎茸の胞子がついていた。で椎茸の胞子がつく状況っていうのは、この人は家庭菜園で椎茸を栽培してるみたいな、例えば YouTuber ね、あれとか出てくるんじゃないのかなってね。椎茸に注目しながらこのドラマを見たいかなと思っております。ぜひねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。